送るレシピ集のみーです。今日も無水鍋を使ってお料理をしてみたいと思います。今日はこのお鍋、シチューパン、そして中間に蒸し器、スチーマー、そして最後はこの小さい万能カップを使って一気に3品作ってみたいと思います。一番下の段では鶏の甘酢煮、2番目ではお野菜を蒸して、一番上の万能カップには豆乳卵豆腐を作ってみたいと思います。それでは今日は一気に3品作ってみます。はい、それでは今日も作っていきます。今日も入れるだけの簡単なお料理です。でも3品できます。はい、それでは上の部分は取って、ではこのシチューパンに今日はこの鶏肉骨付きを使っています。それでは入れていきます。次はごぼうです。ごぼうは切って水に浸して、その水の中に少しだけ酢を入れてアク抜きをしたものです。入れます。では調味料を入れていきます。水です。お醤油、酢を入れます。お砂糖です。それでは鶏の甘酢煮はこれでもう OK です。では次は2段目のスティーマーです。上に乗せてお野菜を入れていきます。お野菜は何でも好きなものを入れてください。私は今日は人参、さつまいも、かぼちゃはね、冷凍してあったものがあったのでそれを使います。あとはきのこ2種類とブロッコリーを用意しました。で、ブロッコリーは今から入れると柔らかくなりすぎてしまうので後に入れます。はい、それでは入れていきます。季節の美味しい野菜で作っていただけるといいと思います。万能カップが閉まるくらいに入れましょう。そしてゆで卵も作りたいので、卵はきれいに洗ったものを入れたいと思います。で、そのまま入れるとちょっと気になるので、ここに包んで入れたいと思います。で、その時にこの卵の尖った方を下にして縦に入れると黄身が真ん中に入るので、縦に入るように入れていきたいと思います。本当は卵2つ入れたかったんですけど、野菜でパンパンなので今日は1つにします。はい、こんな感じに入りました。結構私はたくさん入れてしまったのでちょっと浮いてますが、これでいきたいと思います。それでは万能カップをセットしました。では最後の豆乳卵豆腐です。豆乳が 200ml、 そして卵が2個です。入れます。で、ほぐしていきます。それでは卵豆腐のこの液が混ざったので万能カップに入れていきたいと思います。
ちょうどきれいに入りました。それでは蓋をして中強火でお鍋の蓋がカタカタ言ってくるまで加熱したいと思います。それでは十分沸騰してお鍋がカタカタしてきたので弱火にしたいと思います。弱火にして15分待ちます。はい、それでは弱火で加熱して15分経ったので蓋を開けてみたいと思います。それでは弱火で15分経ったところで卵豆腐だけは取り出したいと思います。では取り出します。真ん中の穴にちょっとスプーンなどをヒュッと入れて持ち上げます。熱いので気をつけてください。すごい美味しそうにねふっくら出来上がりました。こんな感じに出来上がりました。大成功、嬉しいです。それではこれはこのまま冷ましてこのスペースができたので今度はブロッコリーを入れたいと思います。はい、それではブロッコリーを入れてさらに弱火で15分加熱したいと思います。はい、15分経ちました。それではお鍋を開けてみたいと思います。いい感じで蒸し上がってます。ではお野菜はここで取り出します。そして今度はこの下で煮ているこの鶏肉なんですけど、ちょっとお汁を飛ばせるために中火で加熱していきたいと思います。ではその間にこちらを盛り付けしていきたいと思います。それではだいぶ煮汁が減ってきたので盛り付けをしてみたいと思います。美味しそうです。はい、それでは3品出来上がりました。鶏の甘酢煮、温野菜のサラダ、そして豆乳の卵豆腐です。煮込んでいる間にドレッシングも作ってみました。ここに入っているものは玉ねぎのみじん切り、醤油、酢、砂糖、オイルが入っています。簡単にできて美味しいドレッシングです。はい、それでは食べてみたいと思います。いただきます。じゃあ今日は卵豆腐からいただいてみたいと思います。今日は卵豆腐にはネギとあとめんつゆをかけたんですね。で、あともう一つしそをのせたんですよ。で、このしそなんですけど、韓国にはしそがなかなか売ってないんですよね。すごい大好きなんですけど、あるものを見つけて、これ見ますね。これ青じそのこういうチューブが日本で売っていて、これをね姉に送ってもらって
これを乗せてみました。これを結構いろいろ納豆とかサラダとかいろんなところに乗せて食べてるんですけど、すごい気に入ってます。はい、それでは卵豆腐いただきます。卵豆腐に青じそ乗せるのは初めてなので合うかな。すごい青じそにも合います。で、卵豆腐もそんなに豆乳の味もしないので、お子さんでも豆乳嫌いのお子さんでも食べれると思います。美味しいです。次はこの鶏の甘酢煮を食べてみます。私ごぼうが大好きなので嬉しいです。ごぼうじゃなくても好きなものを入れて食べるといいですよね。いただきます。お肉から。味もしっかり染みてて美味しいです。これはね、ご飯が進みますね。ごぼうも美味しい。では最後にこのサラダをいただきます。本当に季節のお野菜何入れてもね美味しいと思います。いただきます。あ、そうそう、ドレッシングにニンニクも入れてました。今日はね、ちょっとニンニクが結構効いてます。美味しい。卵もちゃんと真ん中に入ってます。今日は一つのひもとで、下には鶏の甘酢煮、真ん中ではスチーマーで温野菜、上では卵豆腐を作ってみました。で、もう1時間以内でこうやって3品、ただ本当に入れるだけでできてしまうので、今日も簡単だったと思います。この動画が少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。